最終的に俺が何をしたかというと、500円玉を小銭入れから出してコインフリップをして、マジで、コインフリップの表裏は実は俺の中で関係なかったの。この表裏を見た時に当たってたか当たってなかった時のその 0.1 秒間の自分の感情の揺れを観測したの。はあ、 NDA 結んで向こうの財務諸補助全部くださいって言って、すげえな。 95% のスタートアップは倒産するんで、それでも行きますか。スタートアップに行きたいんですけど何を気をつければいいですかと後輩によく聞かれます。今日はベインからロボットスタートアップ執行役員 CSO になって17億円資金調達をリードした僕のコホースト涼介からその話をぶっちゃけオフレコで聞いていきたいと思います。ベイン辞めないといけないって決めた瞬間っていつどこだった？俺ベイン割と楽しかったんだよね。そもそも論でいくと問題解決好きだし、チームで働くの好きだし、いい環境、転職だと思ってコンサル入ったわけ、で実際人もなんか今でもトニー含めてベインで仲良くなった人いまだに友達だし、報酬も良かったし、いろんなベネフィットあるし、3ヶ月に1回新しいケース、たまにちょっと辛いけど楽しかったわけよ。だから結構自分的には悪くない環境だなとは思っていたんだけど、きっかけ的にいくとなんかパートナーと話してたの、なんかすごいカジュアルシチュエーションで、そのパートナー、そのベインの東京のオフィスの中だと割とこの人生を謳歌してるっぽい見える人だったね。ヘリのライセンス取ったり飛行機のライセンス取ったりスキーもすごいちゃんと行ったりして、人生楽しそうに生きてそうだなって人だったの。その人と話してた時になんかコンサルなんかキャリアみたいな話になって、その人が結構言ったのが印象に残ってて、コンサルってなんか全部がちょうどいいんだよねって話をしてたのね。なるほどね。それはワークライフバランス的にも、特に上に行けばよりちょうどいいし、報酬的にもそれに対して割となんか数千万から数億円もらえるからちょうどいいし、で刺激的に頭いい面白い問題でやるしちょうどいいと。ですごいバランスが一番いいキャリアだと思ってるんだよねって話をしてたわけ。正論だよね。そうで正論なんだけど、それを聞いた俺はね、なんか俺別にちょうどいい人生生きたくねえんだよなってすごい思ってもちろん日本の割とちょっといるリビングデッドサラリーマンいるじゃん、その満員電車でこうなってる人たちいるあれは絶対嫌ですと。でも一方で魂売って死んだ魚の目をしてる金持ちにも俺なりたくねえなと思ったわけで、だからちょうどいいライフを楽しそうに生きてるベインのパートナーですらそういうマインドセットで、なんか多分仕事に朝起きてウキウキして仕事に行ってないんじゃないかなと俺は感じたんだよ。実際わかんないけど。ってなった時に俺の将来像はそこになさそうだなってなって、じゃあどこにその心をウキウキして目を輝かせて仕事をして俺から見たかっこいい大人たちがいるんだろうっていうのをちょっと探し始めて、でそれでちょっとスタートアップ界そういう人いっぱいいるやんみたいになって、その転職とその転職の中でのスタートアップワールドみたいなのがちょっと目について見始めたっていうのが多分きっかけ。なるほど。じゃあなんか特定のプロジェクトでなんか傷ついちゃって辞めたっていう感覚ではないんだよね。ではないね。なんかその辞める何個か前には確かに1ヶ月休みを取らなきゃいけなくなるほど心をやられたケースもあったんだけどそれは実際一番俺の中で成長したケースでもあったし、すごいこんな環境クソくらいって言って辞めたわけでは全然ない。なんかそのなんか辞めたいとまずその海外でよく生きがいを探すために探したいっていう気持ちを抱えたから、実行に動くまでどのぐらいの時間がかかった？でも俺はなんか決めたら割とすぐ動くからあんまタイムラグなかった。そうなの？割となんかそれ聞いて、俺がもうそのマネージャー手前にだったのね。その次のサイクルでマネージャーになりますみたいになってて、その前後かな、多分ちょっと記憶定かではないけど多分話聞いて、でマネージャーまで残っててもしょうがないし、この道を生き続けたいと思ってないから。でスタートアップってなった時にマネージャーのタイトルがあってもスタートアップ界だとなんか大して聞かなさそうだなみたいな、その事業会社だったとマネージャーまで残ってたこと絶対有利なのね、なんだけどスタートアップってもうなんとなく俺の中で決めてたから、その生き生きしてる人たちっていうベースで、だからそれも残ってもしょうがないなと思って、じゃあ早く見始めようって言って割とすぐ動き始めたと思う。なるほど。辞める前に誰かと相談した？ベインからスタートアップに行った先輩たちには相談した。同期とかで仲いいやつにはいろいろ相談した。実際どうなんみたいな、給与的な話もそうだし、そのストックオプション的にそのコンペンセーションの話もそうだし、ワークライフバランスじゃないけど実際ウキウキしてますみたいな結構ねその質問をみんなにした。どうすかウキウキしてますみたいな。やっぱそれが一番大きい不安要素だったの？確認したかった？不安要素っていうか、なんかそれを求めていくから、それが絶対チェックじゃないと俺は転職しないなとか、そこには転職しないなと思ってた。
そこがとも確率が高そうなのが俺の見ている世界だと世界となんか知ってる世界だとスタートアップが多そうだった。だから他のさビッグテックも見たし、そのスタートアップの中でもレーターのやつも見たし、まあ P とかももちろん見たんだけど、なんか生き生きして仕事の話してる人あんまりいなかったんだよね俺のやってることこんなに面白いことやっててね、こうやってなんか世界を変えるんだみたいな、そういうテンション、中身は全然違っても話してる人が一人もいなかったの。俺その仲間入りはしなくていいやと思って。まあそんなこと言ってる PE の人誰もいないよね。そうなんかね、何億円のディールやったんだどうやみたいな人いるけど、そうじゃねえんだよなと思って。やっぱ俺は今やってるみたいな登録者3000人ハイファイブとか確かに、なんかこのサムネめっちゃいいじゃんわらわらみたいな、次何話すみたいな、面白くなっちゃって夜までこう夜更かししちゃうみたいなやっぱそういう世界線で俺は行きたいなっていうのがすごい強かった。じゃあまあスタートアップに移りたいと決めましたと。で次の質問は、まあ、どの会社に行くっていう質問なので、それはどうやってナビゲートしたの？基本的にはオンラインサーチ知り合いに聞くなんだけど、メソッドとしてはなんか軸的にはステージと人とあと事業内容が大きく3つ見たと。でなんか事業内容が多分俺の中で一番シンプルで、こうワクワクしますか、さっきの話に直接リンクするんだけど、ワクワクする事業内容ですかっていうのが事業内容一番見た。人がコンサルって割と交際相手探す的なテンションなんだけど、スタートアップってなると割と結婚相手だなっていう風に思ってて、でそこは結構深く見た。であとステージはその自分のポジション、要はコンサルタントが本当にバリュー出せるスタートアップって全部じゃないと思うね、俺の中だと。ステージ的にはアーリーすぎてもダメだし、レイトすぎてもなんかただの一従業員になっちゃうから、ちょうど間ぐらいがいいと思っていて、感覚的になんかチーフオフスタッフがすごい活躍できそうなイメージができるっていうのが俺の中の感覚値なんだけど、 VC バックドスタートアップだったらシリーズ A の前後からシリーズC ぐらいまでかな、それをまあ3つを軸に結構探してた。なんかそれってケースのスタッフィングをナビゲートするの3つの軸となんか似てない？ケースの内容と、マネージャーとかチームとか。そこはだからコンサルの方が生きてるのかもしれないね、もうデフォルトでそう考えてるかもね、そう切り出しはどうやってるの？ソーシングはね割と適当だったよ。俺でも面白そうな事業やってる、データベースバーって見て1行単位でさ、この事業何の会社かみたいなのある。でなんかバーっとか見て、チブックとか日本だったのスタートアップ DB とかそういうなんかデータベースがあるんだよね。あとなんか PR タイムズで最近ニュースに出てるスタートアップとかバーってなんかもうスクロールしまくって、なんか面白そうなやつだったらこうピックアップしてなんか見てみて、でもなんか俺の中でのその心が躍るかどっくらいっていうのは超サブジェクティブじゃん。だからそのエージェントもちょっと話したんだけど、俺の心が躍るかどうか分からないそうだね。だからあんまり正直それは役に立たなくて、自分でもひたすらこうリサーチしてって、それで見て面白そうだなってとこ自分でアプローチしたりとか、アプローチしてもらったりとかでも最終的に俺が入ったコネクティッドロボティクスっていうロボットスタートアップなんだけど、それはねリンクドインの DM できたんだよね。マジで？向こうから？そう向こうのインターナルリクルーターがいて、その人がメッセージくれて、経歴見てどうすか興味ありませんかみたいな、 CEO 候補ですみたいになっていいじゃんみたいになってでそこから割とそこはもう進んでた。だから俺のリサーチは最終的には実らなかった皆さんちゃんとリンクドインアップデートしてください。リンクドイン大事です。それでDM が来て、でそこからどうなったの？プロセス的に結構面白いポイントで、俺がやった話でいくと、俺途中で NDA 進んで向こうの財務諸表とかなんかピッチデックとか全部くださいって言って。それ自分からそう俺が願ったの。すげえな。そんな話ってどうやって切り出すの？これスマート HR の倉橋さんっていう人がいて、その人も X コンサルからスタートアップのそのスマート HR の今の日本を代表するスタートアップの CO になってやった人の記事を見て、でその人がそれをやったって書いてあったの。そうなんだ。そうでこれはいいアイデアだってパクってそういうちょっと事情も説明して、見たいんで見せてもらっていいっすかって言って、普通に向こうにもう特に何にもシュガーコートせず行って OK みたいな。反応はただ OK だったの？なんか全然ネガティブじゃなかった。で逆にそれがすごいいいサインで、要は向こうはさ、俺をこうナンバー会社の今その CEO がいて COO がファウンダーの2人でいて、俺のそのナンバー3として入る予定だったわけね。でナンバー3として入って来てほしい相手に事業の内容を見せられないって、それってどういうことってなるじゃん。それはでもすごい分かったみたいな、じゃあすぐ送るわみたいなんでやってくれたの、すごいポジティブなエクスペリエンスだったね。じゃあその財務諸表で何を見てたの？
財務諸表と、あとそのピッチデックの中身とかそのはいはいはい数字だけじゃないとこ見てたんだけど、結局そのどういうビジネスで何を売ってて、でなんかコスト構造とかバーンとかで、あとそのシリーズ B を次やりたいからそれをこう任せたいみたいな話をしてたのね。ってなった時になんかどのぐらい持つのかなとか、どのぐらい期間が俺がその猶予としてあるのかみたいな話とかを、その入った時に活躍できるかどうかとか、入った瞬間に俺がどういうスターティングポイントなのかみたいなのをすごい想像するために割と使った。あとはその事業内容のその理解だね。今実は初のオフ会を企画してまして、詳細は概要欄のリンクから登録してくれた方にのみ届けする予定ですので、興味ある方はぜひ登録してみてください。あと、このような動画をもっと見たいなって思う方は忘れずにチャンネル登録もよろしくお願いします。いつも視聴ありがとうございます。そう定量的な観点で、まずデューディリーを始めて、それ以外は何を見てたの？あとは、なんかさっきの言った人の部分は超見た。コンサルってその3ヶ月に1回プロジェクト変わるから、基本的にね、すぐ人が移り変わるけど、スタートアップってうまくいったら10年以上同じ人と働くわけじゃん。10年一緒に働けそうかなっていうのをすごい見たくて、経営陣に関しては。であとはその会社全体の他の人たちも同じこうバイブズ合いそうかなみたいな。であとなんかそこの中の人たちワクワクして仕事してるかなみたいなのをすごい見たくて、なんかすごいわがままな多分なんか求人者だったと思うんだけどDNDM 住んだり、なんか面談的にも CEO と COO ととりあえず飯行きたいです。ご飯一緒に楽しく食べれなかったら10年間一緒に仕事はできないと思って、で飯なんか 2回ぐらい行って、その面接は全然別に、であとなんか他の社員とも話したいですみたいな、面接じゃなくて面談としてみたいんで、社内にそのバックオフィス、ハードウェアチーム、ソフトウェアチーム、セールスがそれぞれいたのね。であと一人インベスターがいたの、シリーズ A の時に入れてたリードインベスター、それ全員話させてくださいっつって。全員？そう何人ぐらいなのそれ？それだから一人ずつそのプレイヤーと、マネージャーと外国人と日本人とみたいなのを散らばせて、でもその5人よね、プラスで、そうプラスで5人行って、あとなんか俺ねすごいわがまま言ってたんだけど、業務委託契約もちょっと結んで、NDA のそのサブブレッドみたいな感じだったんだけど、もう社内ミーティングとか出させてもらってたの。なるほど。そうでどんな感じで物事進めてるんだろう、ディスカッションが行われるんだろうみたいなのを結構深く入ってデューデリした。それは向こうは面倒くさがらなかった？ありがたいことに、でこれはね個人的にはやっぱ結構おすすめする。業務委託契約できるなら多分して感覚とかバイブスとか空気感を味わった方がいいと思う。でこれなんでかっていうと、やっぱ仕事ってやってみないと分かんないっていうのが一個大きいんだけど、あとその俺の場合 CXO 候補 COO 候補で、最終的に CSO になったんだけど、スタートアップ入るときにアーリーであればあるほど本当に価値出せるのかっていう確証がないまま入ると結構失敗すると思うのよね。自分がそのスタートアップそう自分がこのスタートアップにおいて、だから最初の6ヶ月以内に少なくともローハンギングフルーツいくつかと長期的に価値を出せるかっていうのをある程度のコンビクションを持って入らないと俺失敗すると思ってるの。で俺はそのミーティングの進め方とかもそうだし、そもそももらった財務諸表のクオリティとかもそうだし、なんかシリーズ A の時のピッチデックとかも見て、もうこれだけで俺はローハンギングフルーツとして全てのクオリティを数倍にできるとっていう確証もあったし、ミーティングの進め方とか見てても、でも俺が回した方が絶対これ早く効率よくその意見ももらえるなとかあったのね。だから割とそれがすごいイメージしやすくて助かったので、これできる人はやっぱすごいやった方がいいと思う。なんかその面談する過程でさ、必ず聞いてた質問とかある？これ俺がすごい大事にしてたんだけど、なんか聞かなくても答えてくれたからこの会社に最終的にしたっていうのが一個あって、面談いろんな人としたじゃん。幹部層もそうだし他のチームの人もそうなんだけど、なんか俺がプロンプトをしなくても何かしらのこのニュアンスも含めて仕事が楽しい、ワクワクするっていうことを全員がそれぞれ割と違う自分なりの言い方で俺に伝わる会話になったのね。それがねすごい印象的で、全員に同じ質問をした時に矛盾してないかとか、なんかこいつ絶対言わされてるなみたいなとかみんなに同じ質問するとそれがやっぱ見えてたりするのよね。で俺の場合その質問はだいぶ違ってたんだけど、メッセージ性として俺がすごい大事にしてるものを彼らもすごい大事にしてるっていうのがそのすごい面談をしてる中で伝わってきたから、なんかいいかもしれない。最終的に、ここは間違いないっていう感じた瞬間ってある？最終面接かな。なんか最終面接がこれもスタートアップやってる側の人
ファウンダーとか、その幹部層にいる人これぜひちょっとやってほしいんだけど、俺の入ったそのロボットスタートアップの最終面接が全部お題を出される面接だったのね。もう同じポジションの人募集されることないか多分言っていいと思うんだけど、ワード1枚ぐらいにほぼ情報ない中で、うちの会社が今後食のロボットを作ってる会社だったのね。ロボットフードトラックを事業を始めたいと思ってますみたいな。どうすればいいか考えてください。で、そもそもやるべきなのか、やるとしたらどうなのかみたいな、全てのシミュレーションして提案してくれっていうのがお題だったのね。このプロセスがね、すごい良くて、いくつか要素があるんだけど、1個は、ワードの1個の一つに、CEO と COO の時間は、リクエストしてくれたら全然時間取るんで教えてくださいみたいな。マジで？そう。だから結構俺何回かちょっと時間取ってもらって、このアサンプションどういうことなんですかみたいな。こういうことってどう考えますか？こういうシナリオとかどうですか？ディレクション的にはこっちなんですかみたいな。割とその普通のリアル仕事シミュレーションをそこの中でできたのね。で、それすごい良かった。その中で事業理解もすごい深まったんね。そのサイドストーリーとしては俺これ最終面接やってる時さDD 中だったの。マジで？そう結構忙しくて、だから夜中2時に仕事が終わって、でその2時からこの最終面接用のエクセルをカタカタやりだして朝4時までやってみたいな、なんか2週間ぐらい続けて、大変だなそれ。割とタフな2週間だったんだけどでもなんかそんだけやったから、なんかもう結構インベストされちゃってもうなんかサンクコストじゃないけど、結構その気合入っちゃってたので、後から入ってからも言われたんだけど、最終面接のそのお題出した時点で辞めちゃう人結構いるんだって。もうこんなにやるならいいですみたいな。それはでもその仕事を欲しい側のパッションを測るリトマス紙としても機能してる。で、実際の仕事シミュレーションもできるし、であとなんか最終面接の実際のそのプレゼンの場で結構俺 CEO とバチバチったことがあるのね。そうなんだ。でなんかそもそもなんかやるならこうですっていう話をしたんだけど、俺結構プッシュバックして、そもそも今の事業形態だったら多分この事業やんない方がいいと思いますみたいなお題が間違ってます。そうお題がそもそも間違ってますみたいな、そのベイのトゥルーノース的なことを発揮したのね。でそしたらでもこれ結構 CEO の個人的にやりたい事業の一つみたいな、その昔からの夢みたいな部分があったのね。だから事業的そのロジカルの話とそのパーソナルの話でそのコンフリクトが起きたわけよ。でそのコンフリクトを割とバチバチやってたね。こうじゃないですかみたいな。でもそのコンフリクトも割とコンストラクティブに話をできたっていうのが、この人だったら仕事うまくいけるかもしれないみたいなのが感じた。そうだね。そこのポイントは CEO とこういうなんか意見が一致しない時の喋り方、その会話の仕方が模擬の設定なんだけど一応確認する必要はある。結果的に確認できたなるほどね。これって一般的なのかな、こういうディープなアサイメントとか。一般的ではないと思う。少なくともマイノリティだと思う。ちょっと話変わるけど、それで内定もらいました、オファーレターもらいました。やっぱ大きいのはその金銭的な不安が、もちろん自分的にもあった、あったかもしれないけど、それは実際どうだったの？あった。給与は下がるっていうのはもちろん覚悟してたんだけど、実際オファーレターもらった時給与4割カットだったのね。結構きついなと思ってそんなもんなんだけど俺がそのマネージャー上がるタイミングだったのね。だからその次のサイクルで上がるって分かったら、ここに比べて4割カットだ。もう同じタイミングでこっち行ったらってことで4割カットではあったんだけど、それはナンバー3でしょ？そう。俺多分その時一番会社で給料もらってたんじゃないかな。その CEO と CO はファンディングチームだったら株持ってたから、ペイは少なめでその株持ってたってところあるんだけど、給与はねやっぱ減ります。でただ俺の場合 CX を候補でいくっていう前提だったから、エクイティはSO だったけど結構値ごったね。基本的にやっぱファウンディングメンバーじゃないと大きいチャンクってもらえないんだけど、その中での平均がアーリーとかから含めても0.5 からどんなに多くても 3% みたいなのが多分日本のレンジだと思うんだけど、俺はその中で俺が納得いくぐらいの数字で、結構具体的な数字は言えないんだけどかなり強く値ごって、入社した後にそのセールスのヘッドの人からめっちゃ値ごったって聞きましたよでも皆さん値ごるべきです、ここは。これはね大事。やっぱその特に幹部層で行くんなら、会社の成功と自分の成功のアライメントをどれだけ取れるかによってやっぱその身がの入り方が全然違うから、なんか給料もだけもらってて会社が成功しても成功しなくてもいいやっていう人がスタートアップの上にいるのはあんまりもうインセンティブ構造として多分いけてないと思うんで、それを拒否するファウンディングチームはなんかそれはそれ多分なんかちょっとイエローフラグ、理由があったとしてもイエローフラグだなと個人的には思うので、願ってそこは自分が納得できるものを得られた
た方がいいよね。まあ、かといって一方で無理して 10% くださいとか、それはねそれはよくない。アンリーズナブルなもの通らないので、ちゃんとなんか自分がこの会社に行って、まあ、重役として、重要な役割を期待されてるっていうような数字を確保するのが、まあ、お互いウィンウィンだと思う、その後じゃあもうベインを辞めることになるじゃん。その辞めた日の感想って覚えてる？辞めるって言った時のシチュエーションは覚えてて、転職活動中だったんだけど、ベインに俺転職活動中だって言ってなかったのね。だから普通にスタッフィングされて、新しいケースにで、そのすごいスタッフィングされた2日後ぐらいにこっちのオファーを受けることにしたの。だからすごいタイミング悪くてなんか当時のプロジェクトメンバーにもきっと迷惑かけたしなんかタイミング的には多分良くなかったんだけど、それでちょっとゴタゴタもあったので、まあなんか正直どうしようもなかった気もするんだけど、なんか結構難しかったなってやめ方っていうのはなんか個人的思い出としてはあるよね。その最後の日どんな感じだった？最後の日はでもなんか割とピースアウトって陽介っぽいなまあワクワクして次行こうってやってたから、そのネガティブなその喧嘩別れっていうよりも次の楽しいジャーニー目指して行ってきますって感じだったからね。スタートアップの向こう側に行ってさ、俺はもうコンサルタントじゃないっていう実感したのはいつ？これなんか死ぬほどあるんだけど、それは1個は一番最初の仕事で、当時レストランロボットやってたのね。食品業界、食品工場のインダストリーにちょっとしっかり行きたいと思ってるみたいな、でちょっと市場調査してくんないみたいな言われてやって、結構なんかしっかり時間をかけてそのコンサルレポート作ろうと思ったの。ほいだらいいから早く出してっておいいいこれだけ出してですかみたいになってすぐ出して、でもなんかもうそれでグッドイナフクオリティだったね、でそれをベースにもうどんどん話が進んでって、まあ、必要な部分また足すんだけどっていう形でなんかコンサルのやり方やってる場合じゃねえみたいな、死ぬほどクオリティ低いビジュアルだったけど、まあ、中身があったからそれで機能したし、それが一番大きいショックだったの？それともなんかスタートアップで最初の週他のもうちょっと衝撃的な変化があったの？まあ、なんかスタートアップに入っての変化はいっぱいあったけど、自分ごとかのレベルの違いは俺の中だとすごいあったね。まあ、その最初の週ではなかったけどその会社のナンバー3として入りますってなった時に、で俺がそのストラテジーをしますとか資金調達をしますっていう、その割と会社の運命を決める重要なタスクというか、そのワークストリームをこう委任してもらってたわけ、権限移譲してもらってたわけ、でなった時に、まあ失敗したら俺の会社も潰れるわけ俺の会社潰れるわけよ俺のせいでっていう中で、そのコンサルのプロジェクトってまあなんかマネージャーのステップアップやってた時もなんか言って他人事だったわけよね。なんかまあプロジェクト失敗したらどんまいみたいな、なんかそうだよね、まあそこまで無責任じゃない、プロとしてちゃんとやるんだけど、なんか自分事としては捉えないわけ。このクライアントのそのためにこの何をするかみたいなレベルで考えるけど、俺が失敗したからといってまだパートナーもいるし、そのインターナルレビューもいるし、だからどっかのその防衛線があるわけよ。でもスタートアップ行くと俺の仕事の場合最終防衛線が俺になってくるわけ。俺が OK って出したものが世の中に出てくるし、俺がイエスって下した決断はそれで会社が動くしってなった時の重さと自分ごとかはコンサルとは格段に違ったよね。でそれが面白いところでもあったんだけどね。確かにね、コンサルの場合、もちろん社内でもオーナーシップを持って仕事をしなさいって言われるし、持とうとしてるんですけど、それはインテレクチャルオーナーシップなんだよね、知的にオーナーシップ、プロフェッショナルオーナーシップで、実際それはオーナーシップではない、本当の意味ではね。で逆に、元コンサルとして入ってこれは俺の武器だみたいなのを感じた瞬間ってある？やっぱね、ロジカルシンキング、広い意味でのロジカルシンキングとプロブレムソルビング能力はなんかやっぱ効いてくるよね。いやそう、なんかそれ結構入ってね驚かれた。辞めた時にあるそのインベスターの人が言ってくれてすごい褒めてくれて、嬉しかったことがあるんだけど、なんか辞めちゃうのすごい残念ですみたいな。で村井さんが入ってからちゃんと会社っぽく運営してたんでなんかそれをそこまでやってくれたのはすごかったしありがたかったし、今辞めちゃうの残念ですって言われて、だから多分そのストラクチャーを会社に与えたっていうそのオペレーションの話からその説明、そのインベスターへの説明の話から、それは多分その俺のコンサル経験がゆえに
できた功績だとは思う。まあ、今この動画を見ている人の中でその数年前の凌介の状況にいた人も絶対いると思うんだけど、まあ、そういう人たちに何か言いたいことってある？まずね、大前提としてスタートアップはまあ面白いですよって話があるんだけど、良いスタートアップと成功するスタートアップを見極めるのは不可能だということをまず理解してください。でこれは日本って VC が多分400社ぐらいあって、そのキャピタリストでいくとまあその1社あたり何人か何十人いるから、まあなんか数百人数千人いるわけよ。でその人たちがインダストリーとして最もいい会社はどこかっていうのをフルタイムでやって、まあ成功率当たる率なんて1割もないわけじゃん。それはね、何百社何千社見てる中でやってるわけじゃん。ということで一求職者がですよ、本当にそのいいやつを探し当てて、でそこに入ることを、そのプロセスを得るっていうのは、まあ、非現実的な目標なわけですよ。しかも朝2時までデューディリしてるんですからね。そんな時間ないです。そうそう。だからそこはまずエクスペクテーションとしてなくすべきだと思う。でその上で自分基準をちゃんと見つけて、自分なりのデューデリを、その人の話もそうだし、自分が活躍できるこのセットアップなのかっていうのもそうだし、ワクワクする内容なのかっていうのもそうだし、自分なりのデューデリ基準を持ってちゃんと見て納得感のある答えを出す。でこの納得感のある答えって俺の中でちょっと上と下の話があって、上はなんかまあ、最高のプロセス、最高のケースの時、要はすごい伸びた時になんかそのストックオプションももらって給与もまあ上がってってすごい夢ばかりの世界だ。これはもう夢見ましょうと、スタートアップなんで、ただ真面目に考えた時にそのワーストケースシナリオっていうのもあるわけよね。で95% のスタートアップは倒産するんで、まあこの会社倒産するかもしれないみたいなっていうのを前提に置いたときに、それでも行きますか、行く理由がありますかっていうのを自分なりに答えを持った方がよくて、で俺の場合はまあそのバーンレートとか DD してたから分かるから、でまあシリーズ B はなんとか成功させるだろうっていうなんか自信というか、なんかミッションにしたい形だったからってなった時に、まあなんかシリーズ B の後またどうなるかはベスト尽くすけど分からない、最悪の場合倒産するかもしれないけど、少なくとも自分はシリーズ B をやる資金調達の経験が身について、まあ、COO とか CSO の CXO のタイトルが身について、で実際にスタートアップでその数年間やるっていう経験が身について、で俺の場合もともと未経験だったロボット業界、まあ、ロボット AI 業界のインダストリーそのエクスペリエンスがまあレジュメにつく。でワーストケースでもこんだけあるってことは、ワーストケース別にワーストじゃないじゃんっていう俺の中で納得感があって、最初に行こうってなったんだけど、まあ、こういうのは自分の中ですごい納得感を持ってやりきる。これはすごい大事です。ちゃんと自分の中ではダウンサイドプロテクトドな、まあ、ディシジョンだっていうことなんだよね。なんかその転職する人の内部の心情の中で、なんかコンサルでもなくてもいいけど、自分の現職から逃げてる人たちと逃げ先としてスタートアップを選ぶ人と、なんかその何かを求めて向かってる人っているじゃん。でもその中がさ、なんか実際自分の中でも分かってない、ちょっとごちゃごちゃになってる場合とかあるじゃん。それをどうやって見極める、本当にオネストにね、分かる方法ってなんかある？ギャンブルなんで最後はガットフィーリングなんですよね。で俺の場合でいくと、そのデューデリジェンス結構ちゃんとしました。人もしました、事業も見ました、その定量訂正全部見て、まあ、それでも俺もそこまでやって踏ん切りつかなかったっけよ。でこれはなんか結構コンサルあるあるなのかもしれないけど、そのマキシマイザーシンキングが出て、他にもっといいのあんじゃねえのかなみたいな。今は例えばポジションないけど、3ヶ月待ったらもしかしていいポジション開くんじゃないかなみたいな、すごい考えちゃって、本当にこれでいいのかな、俺10年かけていいのかなここにっていうのすごい迷ってたのね。で最終的に俺が何をしたかというと、500円玉を小銭入れから出してコインフリップをしてマジで、そのコインフリップの表裏は実は俺の中で関係なかったので、コインフリップ表裏ってやるじゃん、で俺がディシジョンメイキングのベースにしたのは、この表裏を見た時に当たってたか当たってなかった時のその 0.1 秒間の自分の感情の揺れを観測したの。で当たってたら行きますってなった時に、当たってるって 0.1 秒間の間にこうワクワクウキイエスポジティブってなったら、それはなんかガットフィーリングでもうゴーってなったし、上げたしってなったら多分それやめた方がいい。でも外れてたら何がそのコインフリップが関係ないだから俺のその 0.1 秒の気持ちだけが全てだから、外れも当たりも関係ないのよ。なるほどね。いや面白いなそれは。そうね、最後はもうやっぱ
勘っすよ最後は全て勘っすよこの転職プロセスをナビゲートしながら、なんか一つだけこれにはなんかこだわって執着してたポイントがあったら、なんかあった？違和感をめっちゃ大事にしてた。これどういうことかっていうと、採用プロセスいろんな人と話したりいろんな情報聞いたりするじゃん。で直接だったり間接的だって情報を得ると思うんだけど、違和感が10年間一緒になろうってなってる会社であったら、それが何なのか、それがどうしてなのかっていうのその時点では言語化できなくても、10年間のどっかで絶対最初の感覚よりも何倍何十倍の強さになって絶対出てくるの絶対出てくるので、そうなったら多分それもなんか耐えられないって多分なると思うの。だからちょっとでも違和感を感じたら、それがどんなに俺が言語ができてなかったとしてもそれはノーのサインだとして、俺はもうそのノーっていう準備ができてた。なるほどね。違和感を大事にするすごい大事だと思う。特にスタートアップ10年単位で一緒に密にやろうっていうところでいくと、言語ができない感覚っていうのは思っている以上に大事にした方がいい。いわゆる数値とかより一つの感情の情報量ってすごいよね、これだけで分かっちゃう、個人的にね、俺すごいロジカルだと言われるしと見て取れると思うんだけど、ライフのビッグディシジョンは俺最後全部勘で決めてるそれは俺のディシジョンメイキングプロセスの一環でもあると思うんだけど、俺はそれを今までやってきて特に後悔することはなく人生を生きてきたからいいメソドロジーなんじゃないかなと思ってる。今日は僕のコーホーストである涼介のコンサルからスタートアップへの転職の話を聞かせていただきました。こんな感じで AI、スタートアップ、コンサル、ファイナンス、いろんなトピックをカバーしていきますので、前回の動画でコンサルがスタートアップにどんな感じなのかについてカバーした動画もありますので、ぜひ見てください。よろしくお願いします。バイバイ。